はい、皆さんこんにちは。5月11日、大きな地震がなくて本当に良かったですよね。最近かなりね、警報鳴りまくってて、ツイッターでも話題になってて、トレンドが全部地震関連でしたからね、5月11日地震説ってなって、僕もかなりビビってるので、防災クイズでちゃんと買っておきました。みんなも大きな地震はいつ来てもおかしくないって言われてるので、ちゃんと心の準備はしておきましょうね。僕未だに地震関連の動画は一回も作ったことないので、今後ね、近いうち作るかもしれないです。みんなは本を読むのが好きですか？僕は昔から本を読むのがまあ好きじゃなくて勉強ができない学生生活を送っていたんですけど、そんな僕でも読みたくなるような今日は世界中にある奇妙な本たちを紹介していきたいと思います。最初に言ってきますけど、今日動画に出てくる本たちはかなりベタでね、有名なやつばかりになります。ただそれだけやばいんですわ。みんな世界で一番売れてる本って何か知ってますか？この直木マンのやばいね。なわけなくて、はい、聖書ですね。ただこれは、ただの聖書ではなく、悪魔が書いた聖書なんです。ギガス本、悪魔の聖書。160頭のロバの皮膚から作られた、高さ93センチ、幅50センチ、重さ75キロのバカでかい本。高さ90、幅50、75、俺より重いからね、75って。バカでかい本ですよ、とりあえず。運ぶのに大人2人必要だそうです。このバカでかい本ということだけではなく、注目されているのは、その内容なんです。聖書や歴史についてだけではなく、悪魔払いや魔法などについても記されているらしいです。そしてあるページにこのように悪魔の姿が描かれているんです。かなり不気味ですよね。バカでかい本にこんなバカでかい悪魔が描かれているんです。誰がこんなの書くのって思うじゃないですか。そこにはある伝説があって、ある修道院が誓いを破り監禁されてしまいました。罰を逃れるために1日で人類の知恵が全て記されている本を書き上げると約束しました。夜になると修道院は欲が出て、堕天使ルシファーに助けを求めて悪魔に魂を売る代わりに本を書き終えることを契約しました。ルシファーは契約を交わし、修道院は感謝の気持ちを込めて悪魔の姿を描いたと。ルシファーこういう姿してるんでしたっけね。意外と怪物的、悪魔か。ただもちろんこれは伝説ですからね。こんだけの巨大な本でこのクオリティ1日で書けるわけがないですからね。ただ専門家によると、最初から最後まで一貫してクオリティが落ちてないことを見ると、一人の人が非常に短期間で仕上げたんじゃないかと推測されています。インクを調べたところ、同じ原料が使われているので筆者は一人だと。ただ同時に研究者によると、こんだけの本を完成するには20年くらいかかるんじゃないかという意見もあります。現実的な見解だと、この本は13世紀ボヘミアの修道院で作られたとされています。30年戦争でスウェーデンの戦利品として持ち帰り、現在はストックホルムスウェーデン国立図書館に保管されているそうです。1日で書き上げるのはおそらく無理なので、それは伝説ですけど、でも何かしらに取り憑かれてないとこんだけ悪魔的な本書き上げるの難しそうですけどね。昔の僕の動画のように。続いて紹介するのは、意外と僕の動画初登場のあの文書。イスラエルとヨルダンの国境に位置する塩分濃度が高すぎて生物が生息することができない湖、死海。その死海周辺で羊飼いによって発見された世紀の大発見、死海文書。クムラン洞窟で発見された死海文書は2000年前の古文書で、ヘブライ語聖書と聖書の文章が記されています。なんでこの文書が現代考古学上最も重要な発見だとされているのか。死海文書を読み解くことでキリスト教やユダヤ教の誕生についての詳細が分かり、また旧約聖書の成立時期が本来考えられていた時期よりもさらに古いことが分かりました。ただ公開が遅れたことから、権力者たちが都合の悪い情報をもみ消したんじゃないかという都市伝説が存在します。宗教上の理由で都合が悪いことが書かれていたら、それはね、そのまま公表はしないですよね、おそらく。それも初めて所蔵されたのがロックフェラー博物館だったんです。なのでそれもあって真実は公表されていないんじゃないかと。誰が書いたの？死海文書を書いたとされているのが預言者集団のクムラン教団です。そこに書いてあった主に2つのことが都市伝説業界を騒がせました。まず1つが、イスラエル建国から70年後に終末が訪れること。死海文書のダニエル書にはこのようなことが書かれていました。エルサレムの荒廃の時が終わるまでには、主が預言者エルミヤに告げられたように70年という年数があることを悟った。エルサレムの荒廃というのは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3つの宗教が混在していることで、それが70年続くと。イスラエル建国が1948年なので、それから70年後というのは2018年になります。なので2018年に一区切りついて新たな時代がね、始まると言われていたんですけど、ここにね、もう一つ当てはまることがあって、2018年はみんなね、日本で何が起きたか覚えてますか？
まあこじつけっぽいですよね。果たしてこれは関係があるのかわからないんですけど、日本も2019年から令和という新たなスタートが始まりました。昔から失われた十種族は日本にやってきてて、そこでね、日本との共通文化が樹立したことが囁かれてますよね。もちろんその逆で、日本が向こうに行ったっていう説があって、まあどちらにせよ、ちょっと面白い偶然な一致ですよね。そしてもう一つ、四海文書には予言されていることがあって、戦いの書にはこんなことが書かれています。光の子と闇の子の間で最終戦争が行われて、世界終末論が語られているんですけど、そこに2人の救世主、アロンのメシアとイスラエルのメシアが登場すると言われているんです。アロンというのは救世主、モーセの兄、イスラエルのメシアは失われた十種族からだとされています。その失われた十種族は先ほど言ったように日本にやってきたことから、日本から出てくるんじゃないかとも言われているのが四海文書の都市伝説です。確か四海文書って全編公開されていたと思うので、不正はないとされているんですけど、まあどうでしょうね。都合が悪い情報があったらね、見つかってなかったことにして伏せていると思うんですけどね。ただ今回はさらにやばい日本の文書。日本超古代の文書、竹内文書。5、6世紀頃に武烈天皇の勅命により、竹之内の宿根の孫のヘグリのマトリという人物が漢字とカタカナ、神代文字を使って書き上げた古書古典です。そこに書かれている内容が古事記や日本書紀と違ってかなりやばいんです。ただ最初に言っておきますけど、これは一応偽書だとされています。偽物だと。その理由は後半に言いますね。竹内文書にはいくつかの種類があって、天の巻、地の巻、人の巻などがあるんですけど、公開されているのは天の巻のみです。そこには何が語られているのか。なんと竹内文書には宇宙創生から地球の誕生、天孫降臨、神武天皇以降の世界が描かれているんです。宇宙はどのようにしてできたのか。天神の時代はまだ何もなく、膨大なエネルギーだけがありました。第2の時代には陰陽ができ、物質が創造され、星たちが掲載されました。第3、第4の時代には宇宙には天地が創造されました。銀河系、星たち、地球が誕生し、5、6の時代で地球の形作りである陸と海が形成されました。そして第7の時代には太陽神が地球に生命を創造しました。今ある全てはこのように創造されたと。その後、スメラミコトが天の浮舟という多分宇宙船みたいなやつですね、に乗って世界各地を繁栄させました。なので当然高度な文明で全てがスタートしたと。もともと地球には人がいたらしいんですけど、神々は遺伝子操作でイツイロヒと五色人といって5色人種、黒人はアフリカ、インド、赤はアメリカンインディアン、ユダヤ、アラブ、黄色は日本や中国などのアジア、青は北欧、そして白人はヨーロッパを世界各地に拡散させたと。かなりぶっ飛んでますよね。日本が全ての中心で全ての原点だという思想になります。まあそれには理由があって、日本は世界のひな形的な存在だというんですね。世界のいろんな要素を含んでミニチュア化した感じだと。四季がしっかりあったりと。しかもピラミッドって聞いたらみんな何を想像しますか？まあエジプトのピラミッドですよね。ただ竹内文書によると、富山にある戸狩山が最古のピラミッドだとされていて、ピラミッドという言葉はもともとヒラミッドが世界に拡散されてピラミッドになったと。また面白いのが天の浮舟という空飛ぶ船、宇宙船のようなものに乗っていたっていう話したじゃないですか。竹内文書にはこんな文があって、羽飛び登りゆくところを羽と名付ける。日本の地名で羽という漢字がつくところはもともと飛行場として使われていたというんです。まあ確かに羽田空港飛行場だけど、他にもみんなが住んでるところで羽という漢字が地名についていたら、もともと上空でね UFO が飛び交っていたかもしれません。また竹内文書といえば、富山にある尾身神山に神殿を作り、キリスト、モーゼ、釈迦など世界中から聖人が訪れて参拝しに来たらしいです。青森県にキリストの墓があるじゃないですか。どうやら竹内文書的にはあれは真実だと。正確にはそれはキリストの本人ではなく弟だという意見も。ただまあ冒頭に述べたように、これは一応偽書だとされています。日本の伝統文化が他国の文化に圧倒されないようにこの文書を作ったと。それでも竹内文書はたくさんの支持者がいて、未だにね都市伝説業界で議論されているんです。ただ確かにね、みんなももう知ってるかと思いますけど、菊の紋章、これ世界各地で目撃されてますからね。バビロンのイシュタル門、エルサレムのヘロド門、
アヌンナキたちももちろん、こうして見るとぶっ飛んだ説にも見えますけど、それは僕たちが作られた歴史を教えられてきたからかもしれないですよね。ぶっ飛んでるように見えるぐらい洗脳されきっていると、歴史の真実を知る日はやってくるのか。ジョージ・オーウェルという作家の面白い名言があって、過去を支配する者は未来を支配し、現在を支配する者は過去を支配する。深いですね。みんな日本の歴史とかって好きなんですかね。僕未だに動画で日本の歴史系の動画を作ってきてなかったので、そういうのやってほしかったら今後やっていこうと思います。ちなみに竹内文書に関して、本当の竹内文書は公開されていないという話もあります。なんかちょっと個人的に物足りないので、最後にイミコア写真を紹介したいと思います。今日紹介するのはね、イミコア写真の中でも最も有名なやつ。こちらの写真。こちらの写真は2003年クイーンズランド、オーストラリアで撮られたものです。スキューバダイビングを楽しんでいる一同に見えるんですけど、よーく見てみると、奥の方に逆さまになっている人が一人。ゲイブとティナ・ワトソンは新婚夫婦で新婚旅行でオーストラリアに行っていました。そこでスキューバダイビングをしていたんですけど、開始からわずか2分後、ティナが気絶してしまい海底まで沈んでしまいました。それに気づいた旦那のゲイブは助けを求め上に上がったんですが、手遅れでティナは亡くなってしまいました。ただの事故だと思うじゃないですか。なんとその後、旦那のゲイブは妻殺害の疑いで逮捕されてしまいました。ゲイブがティナのガスボンベを外して気絶したらまた付け直して上に上がって助けを求めたということになり逮捕。ティナのお父さんによると、ゲイブはティナに生命保険をもっとかけるようにと頼んでいたそうで、保険金目当てでやったと。ただ証拠不十分により彼は解放されました。その瞬間の写真がこちらでした。確かこちらのイミコア写真、僕のインスタライブで一回しましたよね。一応僕のインスタライブでたまにこういったお話をしているので、暇な方はチェックしてみてください。前回のマトリックスの動画好評で嬉しかったです。ありがとうございます。今後もね、映画と動画を絡めて面白いのが作れたらやっていきたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。